こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのおだれの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回やってきたご自宅はですね、3階建ての大きな一軒家のご自宅にやってきました。今絶賛リノベをしながら、住んでらっしゃるということで、内装しかりどういったところこだわってリノベされたのか、そういったところのお話を中心に聞ければなと思っております。はい、ということでお待ちいただいているので行きましょう。ということで中でお待ちいただいているので行きましょう。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストはですね、甲斐さんです。インテリアショップでグラフィックデザイナーをやっている新井海と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ということで今日紹介していただくこちらのご自宅、間取りはどういう間取りに？間取りは一軒家になってまして、RC の2LDK になっております。2LDK。はい。この物件を選んだ決め手というか、そういうのは何かありますか？そうですね。もともとマンションに住んでたんですけど、子供がちょっと今3人できたっていうところで一軒家を探していて、かつちょっと自分でいろいろいじれる物件が欲しいなと思っていて、そこでいろいろ探してここにしました。はい。ということで、ちょっと今日はリノベーションどういった感じでこだわってされたのかとか、ちょっとそういうところを中心にお話をお伺いできればなと思っているんですけど、ここが今メインとなっているリビングスペース。はい。リノベーションするにあたってこだわったポイントとか、そういうのは何かありますか？はい。もともとここは間取りが全然違くて、RC むき出しのところはあったんですけど、なんかもともと天井が少しあったんですね。その天井を自分の手で全部落として壊して、でここの上の鉄管っていうんですけど、この照明も全部自分で配置したものになります。その鉄管をつけることでちょっとインダストリアルだったりアメリカンの雰囲気を出したかったので、全部それをつけたような形になります。で電気工事だけ電気屋さんに配線をお願いしてつないでもらうような形にしました。それ以外のじゃあ内装のデザインみたいなところも甲斐さんが考えて？もともと内装のデザインに関してはうちの社長が結構インテリアショップの今経営をやってるんですけど、お客様宅の内装だったりっていうのをやっているので、それで協力してもらって間取りを作ってもらって、僕の希望を聞いてもらって、こんな風にしたいですっていうのを伝えてじゃあやろうって言って、やり始めました。いいですね。ここは普段ダイニングスペース？そうですね。はい。これが自社のものになっていて、モモナチュラルというブランドのものなんですけど、モモナチュラルはもともと岡山で製造工場しているものになっていて、これはオーク材を使っているオイルを入れて結構木目がしっかり際立つような仕上がりにしてますね。でちょっとこの格子状になっている独特なフォルムなんですけど、ナチュラルすぎずちょっとインダストリアルな感じも出てるんで、それが決め手になりました。椅子も同じブランドのものになってます。これもオーク材で作っているものになりますね。ここにちょっとくぼみがあって座りやすかったりとか。確かに。普段はモモナチュラルでグラフィックのデザイン？そうですね。でモモナチュラルの別事業部でリバーゲットっていう内装をやってる事業部がありまして、こっちもちょっと所属しているような形なので、一面の棚だったりとか、その内装とかも僕一緒にやってたりするんで、それで自力で全部 DIY してるような形になりますね。じゃあ結構造作でそうやって家具を作ったりもされてるんですか？そうですね。なるほど、そうなんですね。こっちの壁だけタイルのものだと結構コントラストが効いてより際立ちます。そうですね。もともとここに壁があったんですけど、それを全部壊して新設で壁を自分で建てて、で全部このタイルも全部貼ってっていう形になります。でちょっとまだ際のところとか途中なんですけど、絶賛作業中という形になります。タイルって結構高いんですか？そんなに高くないです。あ、そうなんだ。なんか高いイメージが勝手にあったんですけど、施工をお願いしたりするとそれなりに金額がいくんですけど、僕の場合は材料費でやってる形になります。そうですよね。本来はタイル貼る時って目地を入れるんですけど、これも今目地なしでやっていて、際がくぼんでるので一瞬目地があるように見えるようなデザインになってますね。目地入れるのと入れないのとだとその見栄え以外になんかあるんですか？本当はセオリー的には磁気タイルってやっぱり全てが同じ均等なサイズではないので、この目地なしにすると若干これが例えば 0.1 ミリち
ちょっと短いですってなると若干ずれていったりするんですよ。ああ、そういうことか。それを隠すために目地を入れたりとか、あと、例えば地震だったりとか揺れがあった時にそれがこうクラックに入っちゃったりする原因になるので、基本的には目地なしっていうのはやらないんですけど、ただ僕はその目地なしのデザインが好きなので、はい、あと自宅だしそんなに、はい、そうですね。はい。なるほどです。あとはこの今僕がちょっと座らせていただいているベンチ、これはそれも同じブランドになります。このナチュラル。はいはい。結構ソファーは記憶的ルームでも結構たくさん登場してたんですけど、この辺のなんかダイニングセットはこうちゃんと初めて見させていただいてるかもしれない。本当ですか。結構モモナチュラルはもうオーダーできる家具、もう一からオーダーメイドで作るような形なんですね。例えばそのお客様のご自宅によって天板のサイズを決めます。仕上がりはこれです。木目はこれです。天板の形はこれです。みたいな形でオーダーメイドで作るような形になります。あ、そうなんですね。これは真鍮素材で乳白のガラスがついているものになります。でちょっとブランドを忘れてしまったんですけど、だんだんこの真鍮の部分が酸化していってもうちょっとこう馴染むような形になるかなと思ってます。確かにちょっと経年は少し変化ね、しそうなものですよね。はい。結構この家がその真鍮とちょっと濃いオーク材をベースにしたものが多いので、はい。そこをちょっとポイントにまとめたいなと思っていてこれを選びました。これアメリカンスイッチっていうやつなんですけど、ちょっとごめんなさい、タイルが欠けてしまってるのはそのうち補修予定なんですけど、はい。そこの元々あったスイッチを全部取っ払ってそこにスイッチを固めてやってるものを使ってる。こっちの後ろ、植物系を固めていてですね、もともとハンギングでいろんなところつってたんですけど、ちょっと部屋がごちゃごちゃ見えるかなと思っていて、ここに一旦植物固めるような形にしてます。これスター・ウォーズのハンソロですね。スター・ウォーズか。映画好きなんですけどスター・ウォーズ見てないんですよ。あ、そうなんです。怒られそう、映画好きって言ったら。あとこれは GI ジョーのミリタリーのフィギュアですね。はい。これとかはもう結構オークションで買ったりとか、正直そんなに高価なものではないですよね。はい。この辺がネットワークをちょっと固めてるというか今ごちゃごちゃしてるものになるんですけど、はい、本当はここにデスク作ろうかなと思ってて、ここもまだ考え中でひとまず仮のっていう形。そうなんですね。はい、あとはお部屋全体、カーペット、なんで今回はカーペットを選んだんですか？カーペット、僕もともとカーペットの前の家もカーペットを引いてやったんですけど、結構子供がガチャガチャガチャって遊んでる時に、あと安全っていうのと、あとちゃんとこまめに掃除とかすると結構10年20年長持ちできるんですよ。はい、濃い汚れとかはたわしとかでこすったりとか、はい、でちょっとこう毛を出してあげるっていうか、今ちょっと遊び毛がまだ引いたばっかなんであるんですけど、だんだんそれも落ち着いて馴染んでくるような形になります。こういうカーペットはフローリングと比べると価格ってどういう感じなんですか？価格的には、多分でもそんなに変わらないんじゃないかなと思ってますね。はい。このカーペットだけはちょっと業者さんにお願いしてやってるものになります。だから上にはスクリーンですよね。はい、そうです。うちもともとテレビをあんまり見ないんですけど、ただそのテレビがあると生活感が一気に出てしまうので、これちょっと大きいこれだけはどうしてもつけたいと思っていて、家買った時もそれを構想してここに取り付けました。でプロジェクターがこっちにあるんだ。そうですね。このプロジェクターがあります。でこのプロジェクター自体は結構20万円ぐらいするちょっといいものなんですけど、この電動プロジェクターに関しては2万円いかないぐらいの金額で購入したものになります。僕何台もプロジェクター使ってるんですけど、これが一番鮮明で割と価格もかなりおすすめのプロジェクターであります。いやでもこれもう僕パッと見た瞬間に明らかに解像度が違うのは分かりました。めっちゃ綺麗ですよねこれ。綺麗ですね。すごい。今ちょっと明るいんで今この照度ぐらいなんですけど、全部消すとパッキリ字幕とかも見れるような感じになりますね。なんか最近見て面白かった映画とかなんかありました？フォールっていう鉄塔に登って女の人が降りられなくなってしまう映画見たりとか、あと結構昔の映画見ることが多いですね。例えばそこにあるグレムリンだったりとか、スター・ウォーズだったりとか、あと名作とかだとファイトクラブだったりとか、そういうのが多いですね。はい。結構フィギュアに関連することが多いかもしれないですね。はい。なるほど。じゃあ今度ねちょっと今軽くお話にも出てたちょっとこっち側の話も聞いていきたいなと思うんですけど、一面冒頭にも軽くお話あったように造作で、作られたということで、これはなんか今回作るにあたってこだわったポイントとかあるんですか？そうです。僕フィギュアとか植物とかのコレクションが結構いろいろあるんで、社長が全部設計して作ってもらったものになります。でベースとしてはオーク材っていう天然木を使ってるんですけど、それにラッカー塗装をしてちょっとチークっぽい色味にしてるものになりますね。このリノベーションするときに壁は一面収納にしたいなという
あれがあったんですか？そうです。もともと前の家も結構コレクションかって並んでたんですけど、ちょっとそれと似たようなディスプレイにしたいなと思ってて、なんでここの天井を上げた分ちょっとこう低くして間接照明を上に仕込んで、あと可動棚を配置するような形にしてますね。僕のこだわりとしてなんですけど、なんか人物があんまり並びすぎるとちょっとオタク感が増しちゃうかなと思ってて、なんで植物をちょっと挟んだり、動物系は動物でまとめたり、ちょっと色味の配置を考えてやってるものになります。じゃあちょっとこっちから聞いていこうかなと思うんですけど、これはさっきお説明したグレムリンのギズモですね。とあとX メン、あとこれハリー・ポッターのキャラクターですね。これ上を引っこ抜くと泣くやつですね。懐かしい懐かしいやつ。そうです、懐かしいやつです。あとこの辺はちょっとヴィンテージのミッキーだったりとか、ヴィンテージのミッキー。これもともと親父が集めてて、そのディズニー関係の仕事をしていて、なんで僕もそれとつながりがあって、ディズニーのキャラクターとか好きなんですけど、ちょっと現行品にはないなんかちょっとパチモン感というか、そういうのが目立つような感じかなというので、はい、こっち側にあるのが子供のへその緒ですね。へその緒。へその緒3つここに並んで、そうなんだ。はい、3兄弟分のへその緒が並んでますね。これもなんか嫁さんが持ってきたトルコのなんかお酒を入れるような陶器のやつなんですけど、生き物みたいな。そうです。あ、そこが取れるんだ。これがカップセットになっていて、そういうことか。はい、そうですね。雰囲気もあるし、ちょっと置いとこうかなみたいな感じで置いてますね。あれですか、奥さんもこういうインテリアとか結構お好きなんですか？妻はあれですね、管理栄養士の資格を持っていて、で結構食品にまつわることとかをやってるので、はい。ただお酒が好きなのでなんかそういうのも集めてたみたいですね。はい。この家とかインテリアのことを考えるときは、お二人でこう相談して決めるんですか？それとも結構こう任せられてるんですか？基本的に僕がやってますね。おお、任せてもらってるんですね、ここは。なんで要望というか完成するまで知らないんで。あ、そうなんだ、知らないんだ。ここタイル張ったのみたいな。任せてもらってるんですね。そうです。はいはいはい。こういう書類系はいわゆるこのバンカーズボックスで全部まとめてきれいにみたいな。妻が在宅だったりとか、ちょっとそれで仕事してる時に書類がごちゃごちゃになるのが嫌なので、バンカーズボックス並べてちょっと好きに見せてる形にしてます。あとはさっきもね入れ物あれだったけど、はい、エンゼルスですかこれ？あ、そうですね。これなんか引っ越し祝いに今の会社の先輩からいただいたものですね。別にエンゼルスが好きってわけでではないんだ。そうなんです。野球が好きってわけでもないんだ。じゃあちょっと謎ですね。古着屋さんでうちに合うようなやつあったから。ああ、まあおしゃれ、まあファッション的なところで。そうですね。ああ、なるほど。ははい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 。その辺とかはちょっとこれ高さを出してるんですけど、うち子供の日とかになるとこの鎧兜飾ったりとか、子供用のひな人形を飾ったりとか、ちょっと季節によってここ変えている。なるほど。そっか、そういうのもここでできるのか。そうですね。でこのサンタとかはちょっと季節感なさすぎるんでジャケットを着せたりとかアクセサリー巻いたりして、これとかはタイかなんかのミニ四駆なんですよ。はいはい。ただ子供がちょっと遊んでボロボロになってますけど、まあ別にいいかと思いながら、結構色味が可愛いなと。最近これ買ったやつですね。文字盤にこうキャラクターが入ってる時計を集めていて、ミッキーとピノキオとこれもミッキーですねとかを集めてますね。であんまり普段使いはもうほとんど時計つけないにしてないんですけど、ちょっとこのキャラクターが入ってるヴィンテージウォッチっぽいのをオークションとかで探したりしてちょくちょく買ったりしてますね。この辺は GI ジョーとかグーフィーとか、あとこれ中国の土産で買ったこれこうやると怖っ、変わるおもちゃです。仕組みでもなんかすごいですねこれ。そうですね。おもろ。あとはこの下はお子さんのすごい可愛いそうですね。靴が。これがナイキのコルテッツですね。レザーの。ちょっと足が大きかったんで入らなくて、そのまんまディスプレイ。あ、ディスプレイになっちゃったやつ。はい。この辺もいただいたやつ。可愛い。はい。一番下の子がサイズ合えば履かせたいなと思って飾って。そっか、まだそうですよね。はい、履ける可能性ありますもんね。そうなんです。これは僕の趣味ですね。ああ、そうなんだ。そうなんです。料理好きのお父さんがひたすら料理を作るっていう漫画にはなるんですけど、もう昔から通じて今だと多分100巻以上出てるんで、こち亀より出てるのかな。そんな長いんだ。そうですね。へえ。あとこの3つとかは年2回ワンダーフェスティバルってフィギュアの祭典があるんですけど、そこの作家さんが作ってたやつで、これはタトゥースタジオ山田さんの山野裕太さんっていう、はい、の方の個展っていうかやつがあって、それで購入したものになります。あ、そうなんだ。はい、この絵のテイストが好きで表紙も可愛いんで飾ってますね。あとこのエメスっていうブランドのやつで、これお香立てなんですけど、ネズミが2匹あってこの尻尾がついてる骸骨のものになりますね。
うちの父が3年前に亡くなったんですけど、息子に託せるものを探すみたいので、最後になんか形見じゃないですけど、それでくれたこれがナイフ。はい、ナイフになりますね。なんか作家さんかなんかのナイフらしくて、それはここに今飾ってます。お父様はナイフ集めが趣味だったんですか？なんかというより多分僕と趣味が似ていて、はい、僕がその影響でちょっと集めてるってのもあるんですけど、なんか自分で模型作ったりとか、これとかも後で自分が父で編んで作ったりとか、あと父のコレクションから結構持ってきたものが多かったりしますね。ちなみに、はい、まあ、今この内装とかインテリアのね、はい、お仕事をしてると思うんですけど、はい、そういったこの仕事をするようになったきっかけとか何かあるんですか？きっかけ、僕もともと施工管理を専門学校を卒業してやっていて、1年ぐらいやってたんですね。でその中でもともとやっぱ内装とかインテリアが好きで、自分が手を動かすのが好きだったので、それで内装を今やってるっていうのもあります。じゃあグラフィックデザイナーとしては社会人になってからこうそうですね、勉強し始めてお仕事をするようになったんですか？そうですね、もともと専門学校はそのインテリア系だったんですけど、もうグラフィックはもう10年以上やってますね。そうなんだ。もっとというか15年ぐらいやってますね。そうなんですね。インテリアとかは普段インスピレーションなんかされるものとかはビームスホームがそうですね、あったりもね。はい、僕お金をかけてこうおしゃれにするっていうより、こう自分の限られた予算の中で作っていくっていう方が好きなので、なんでこれもほとんど DIY で作ったのがその理由ですね。なるほど。一番上がバックトゥザフューチャーのキャラクターで、これがウツボなんですけど、蓄光で光るウツボで、これもワンフェスのフィギュアの時に買ったやつです。すごい。なんか下にウツボのパーツですね。もともと取ってたわけじゃなくて、それを中に入れてる仕様になっていて、夜になるとこれだけピカッと光ってますね。あとこれはシカルナ工房さんの確かどっかとコラボしたやつのフィギュアで、これなんか可愛いなと思って、これはオークションで買いましたね。こういうフィギュアとか結構やっぱ中古市場で買うことが多いんですか？多いですね。そのワンフェスでそのフィギュアの祭典の時も作家さんガーって出してて、そこで買うことも最近は多いかなと思います。これとかもそこで買ったやつですね。これうどんケンシュタインっていう。うどんケンシュタイン、これ片桐仁さんがデザインされてます。へえ。これ透明のクリアタイプなんですけど、これ頭に本当は目玉焼きが乗っていて、これうどんなんですよ。指とかうどんなんですよ。うどんなんだ。はい。でうどんケンシュタインっていうこれが2万円ぐらいだったかなと思います。もう3年前ぐらいに父が亡くなったんですけど、なかなかこのファンキーな服着てるし、僕も写ってるし、家でいいかなと思って。ちょっと写真。これクロムハーツのパーカーを着てて、でこれ崎陽軒のシューマイのこのミニチュアを置いてるんですけど、親父がもともと崎陽軒結構好きだったので、そうなんだ。それをちょっとお供え物の意味みたいな感じでここに置いてます。結構でもファッションもやっぱ好きだったというか、あれなんですよ、やっぱ。そうですね。今のなんかこの部屋のなんかムードを感じる、こう佇まいというかそうですね。親父やっぱおしゃれで、服とかも僕もらってよく着てました。そうなんだ。これカウンターカルチャーのケロッピー前田さんというクレイジージャーニーとかに出てる方なんですけど、その方の本僕好きで、これともう一冊もありますね。名前がおもろそう。ちょっとパラッと見ていいですか？はい、もちろん。人体改造してたりとか、世界のちょっとこの変わった美術館を集めたりとか、かなりニッチなところを取材しているものになります。すごっ。これとかロストインスペースって宇宙家族ってフライデーっていうキャラクターっていうか、ゼンマイで動いたりとか。これでもカーペット広いと本当お子さんとかはガーッと広げて遊べますね。もうこの辺におもちゃを全部広げていきますね。火花が中でするんですよね。かわいい。かわいい。すぐ転んでしまうっていう。転ぶまでが愛嬌ですね。ゆっくり。ゆっくり。ブリキの感じとかもいいですね。レトロですね。ちょっともう触ってみていいですか？はい、かわいい。ちょっとなんかさっきのなんかまだ動いてる。なんかさっきの歩いてる姿見て僕もちょっと欲しくなっちゃいました。売ってますこれ？こういう。今も売ってると思います。売ってるんだ。これやっぱ中古市場じゃないとあれですか？多分現行品もあると思うんですけど。現行もあるんだ。ただ年代によって価値が違うかもしれないですね。マンだらけとか行くと置いてあったりします。本当ですか？ちょっと見てみよう。ありがとうございます。これはトニー・スタークのアイアンマンのやつですね。あとこのヨーダとちょっと似てる ET 系まとめたりっていう感じですね。これメインブラックで、これミュータント・タートルズのやつで、これはゴーヤ怪獣のやつで、これがディズニーに出てくるチェルノボーグっていうもともと時計がついてて、その時計に付属するフィギュアになります。
でこの奥が、スリータイドタトゥーっていうショップがあって、ショップがタトゥーショップですね。そこが作ってるフィギュアになります。これどうやって作ってるのかなとか思いながら、確かにどうやってあれですかね。そうかぶせるのかなっていつもこれ見ながら思ってるんですよね。継ぎ目が、はい、どっかでジョイントしてるのかなと思うんですけどね。僕自由が丘が勤務先なんですけど、そこにニューニューヨーククラブっていう今麻布のお店があるんですけど、そこのお店が閉店する時に結構いろいろ放出したんですよ。でその時に買った時にこのメニュー僕好きなんで1枚くれますって言ったらオーナーさんがくれて、それでもらったやつでめっちゃうまそうなんだけど。そうですもうお腹減りましたねこれ見るとね。僕が企画してこれを作りたいって言って作ってもらったやつで、ポケットティッシュって普通にこういう穴だと次のやつが出てこないんですよ。はつながってないんで、はいはい、なのでこれをひし形にしてかつ後ろをこうちょっと削る、これ今テーパーがかかってて、はい切れないようにしてるんですね。はい、でかつ指がこうつまめるようにここひし形にしてるっていう実は工夫があるデザインになってますね。でこうやって取れる。じゃあポケットティッシュでもはいずっとこう出てくるように、そうですね、はい。そうなんだ。それ先輩がうちに合うんじゃないかって言って引っ越し祝いにくれたやつですね。へえ。あとそうだ、これがずっと気になってたんですよ。はい。なんか神社かなんかでその1万円と千円札を洗ってちょっと由来忘れちゃったんですけど、お守りみたいな感じ。ああ、そうなんですね。それでそれを額に入れて飾ってます。へえ。1万1000円。そうです額装してるやつですね。はい。ちなみにこれは、はい、この棚全体を通して、はい、下は収納あるじゃないですか。はい、ここは壁というか収納ではないんですか。そうなんですよ。ゆくゆくはちょっとソファーをこう L 字に置きたいなと思っていて。ああ、もうそれが決まってたんですね。そうなんです、そうなんです。今後はこう L 字にソファーを置きたいなっていうので、ここだけそのオーク材のこの、はい、ルーバーみたいなイメージにしてます。はいはい、このソファーが桃ナチュラル、リバーゲートで別注で作ってるものになっていて、本来だったらそのオーク材のものなんですけど、この壁と合わせてそのオーク材にラッカー塗装という塗装をかけてちょっとチーク色っぽい色味にしているものになります。これはデイソファーっていうものになります。の 3P サイズ。いわゆるじゃああれですか、こっちの後ろ外してちょっとベッドっぽくも。なんでこれをそのまんま背面取ってもらって、もうデイベッドみたいな。わお。これでベッドとしても使えるという。ポートレートラボさんのこの作家さんが作ってる手のひらのクッションで、この生地のバリエーションでいろいろサイズもあって、これ確か2万ちょっと世界物で買ったもの。あれ下北沢ですよね。はいはいはい。そこで買ったものですね。めっちゃ可愛いですよねこれ。可愛いですよね。僕も見かけました。その店で。ちょっとこのファンキーな感じがいいですよねこれ。これも桃ナチュラルですね。これサイド B テーブルっていうものになります。マガジンだけ。そうですよね。みたいにも使えるっていう。そうですね。はい。で足もこの結構傾斜が入ってて中に入れ込みやすいっていうのが特徴的ですね。でこっち側はここは食器棚。そうですね、食器棚ですね。同じく桃ナチュラルのやつで別注カラーのものになりますね。あ、別注なんだ、はい、これはリバーゲートのやつで、これはさっきはチーク色をイメージしているラッカー塗装なんですけど、こちらのウォールナットをイメージしている塗装になりますね。こっち上は食器とかもありますけど、食器は結構奥さんの趣味というか。そうです。もう2人並んで、もうそんなに趣味違わないんで、はい、2人で同じような食器ですね。食器はどうですか。なんかよく買う作家さんとかお店とかあるんですか。僕母が有田出身なんで、有田焼きが本当に死ぬほどあったんですよ。はい。なんかあります。この中とかだとすごいな、育った環境が羨ましい。いいものに囲まれていいですね。これとかも有田焼きですね。これ深川誠司っていうやつと、あとこの辺の子供用の食器とかも全部有田焼きですね。あとこれも有田焼きの製菓っていう、これうちの母親のお母さんがやってたメーカーかなんかで、これ可愛いですよね。結構これ多いですね。ちなみになんか、改めて有田焼はなんかこう特徴というかなんかあるんですか。有田焼が割れにくいんですよね。食器自体が。はい。なんか有田で取れるその粘土みたいなやつがあって、それが結構白っぽいっていうんですかね。それで結構磁器なんで、タイルとかと多分一緒だと思うんですけど、それですごい頑丈とかそういう話。ああ、そうなんだ。なんで有田焼落としても結構割れないですね。ああ、そうなんですね。なんで有田焼だけがすごい残ってるっていうのもあるかもしれないですね。ああ、時代的にね、そういうことか、歴史的な背景として。あとうちも僕が食器洗ってる落としたりとか、有田焼も割れないな。それ気にしたことなかったの。僕も思ってますけど。こういうバスケット系は
プエブコのそうですね、はい、ものを使ってらっしゃるんですね。手に取れるようなやつを全部こそって入れてる感じですね。これは前の雑貨の会社の時のサンプルですね。はい。これ缶とかペットボトルとかのゴミです。ゴミのバッグ、あれか。はい、用途としては普通にキャリーバッグみたいなああ、そういうことか。ただ中がこの撥水加工みたいなビニールのこの素材になってるんで、水物入れたりとか汚れ物入れたりとかっていう使い方にして強いってことですね。これめっちゃ可愛いですね。可愛いですね。すごいちょっとニッチなアイテムですけど。フライングタイガーの普通の。お、フライングタイガーなんですかこれ。これ3、4種類があって、しかもめちゃくちゃ安いんです。300円とか。可愛い。これの種類のシリーズをいくつか持ってて会社に置いてます。あ、いいですね。はい。で結構こんな感じです。ちょっとシャレが効いてる。へえ、可愛い。ポケットに入れててカチャカチャしますけど、なんかフリスクとかより見た目も良くて可愛いね、いいですね。はい。フライングタイガーだとお値段も比較的安いですよね。はい、じゃあ、はい、今度はこっち側ですよね。こっちにキッチン、はい、ということで、トーンはねやっぱりこうリビングとはい、こう同じちょっとアメリカンな。そうですね。はい、まだこれすっごいリノベ途中なんですけど、まだ進化するんだ。そうです。緑の前板が全部ついてたのを、はいうちの会社で前板だけ作ってもらって全部自分で取り替えて、あとこの真鍮のハンドルとか前社長の自宅で使ってた真鍮のハンドルが可愛かったんで、それをもらえますかって言ってもらったやつもらって自分でつけたものですね。これじゃあ今後完成はどういう感じになるんですかこれ。完成これサブウェイタイルを今貼ってるんですけど、はい、ちょっと力尽きてまだそこまでしか貼ってない。本当だ。確かに気づかなかった。でもこれはこれで可愛いですねちょっと。そうです。すご。なんでそこを一回全面貼って、はい、黒の目地を入れて、うん、ちょっとこうアメリカのダイナーっぽい感じにここはなるんですね。まだ途中です。まあでも結構そしたら7割6、7割はもう完成してるみたいな感じなんですか。そうですね。6、7割って感じですね。はい。これあんまりあれですよね。リノベしながら進む人ってあんまりいないですよね。あんまりいないです。普通あれですよね。自分でできる人じゃないとしないですよね。そうですよね。はい、ただ僕の会社の同僚も最近マンション買って引っ越してますけど、リノベしながら住んでます。マジですか。意外と住めるもんですかリノベしながら。大変ですけど。一回荷物どっかどけたりする場所がないとあれですよね。ほぼ工事現場みたいな感じ。そうですよね。はい、これちなみにリノベは、今回の3階建てじゃないですか。はい、他にもお部屋あると思うんですけど、はい、何年ぐらいかけて全部改修予定なんですか。大体2年ぐらいかけて改良かなと思ってます。すごいですね。期間も超長期企画なんですね。ただ子供が大きくなったりすると部屋数が少ないんで、ちょっと途中で壁立てたりとかちょっと数年後はしたいかなと思ってます。ちなみにこのリビングは大体どのぐらいの期間でこう完成させたんですか。期間大体でもトータルの工事日数で言ったら1ヶ月ぐらいですね。そんぐらいでリビングだけだったら。そうですね。造作の棚もほぼ半日とか会社の人手伝ってくれたりとか。そうなんだ。あとこれも同じくですね。ここが使いやすい奥行きがあるんで出せるようにしてるんだ。そうですね。結構熱がこもっちゃったりするんで、その熱を逃がすようなものですね。あとあれですよね。これはダイニングのお隣にもなんかお部屋がありますよね。そうですね。こっちは何があるんですか。本当は食料庫みたいな感じで小さいスペースなんですけど作る予定だったんですけど、おお。もう今は作業部屋になってます。作業部屋。工具系が入ってるみたいな。そうですね。リフォームが終わったらここが全部食品庫として使える予定なんですけど、リフォームが終わんないとずっとこのままっていう。じゃあここは一体今、はい、物置にそうですね。なってるんですね。甲斐さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしたらじゃあ最後に甲斐さんの方から何かお知らせしたいものとか、告知したいものがあればしていただければなと思います。ありがとうございます。今の僕のリフォームの工事日記みたいのを僕のインスタで書いてあるんで、もしよかったら見てみてください。はい。そうですね。それこそ今日はまだこの2回しかね、紹介できませんでしたので、この続報は1回3回かはインスタグラムでね、はいぜひチェックをしていただければなと思います。はい。あとは僕たちも4月18日から虎ノ門ヒルズで東京ルームス店というお部屋の展示が始まりました。で今回は僕の部屋を6畳で完全再現したご自宅、自宅ですねを展示しておりますので、そちらもぜひ気になる方はチェックしていただければなと